こんにちは。今回は無色転生第2期第20話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。再開だ。ロキシーにとって思い描いてた理想の恋パターンなんだよね、これ。よく1ヶ月も生きていたな。つうかどうやって1ヶ月もダンジョン内で生き延びたんだよ。水は魔法で作れる。食べ物は倒した魔物を解毒して。MP キレとかないの？ダンジョン飯で。イケメンすぎますね、これは。マジタイミング良すぎるだろ。これは惚れる。ロキシーとすれ違いになっていたのに、ここではすれ違わないのかよ。こんなん好きになっちゃうやん。やっぱロキシーが一番可愛い。命中編とか歌ってたけど、あっさり攻略しそう。でまんどこにのんねん。こんなん惚れてまうやろ。ヒーローの登場で涙出たわ。今回めっちゃ良かった。再会シーンは気合入ってたかな。ロキシー師匠再登場しゅっぱなからおもらしかよ。ルディの登場がヒーローみたいなタイミングだったな。なんか匂いますね。ご神体の持ち主来たこれ。よかったわ。ロキシー視点もちょっと入れてほしかったわ。絶望感半端なくて完全に積んだ状態からのこれだから。原作でも屈指のカタルシスあるシーンだし、何度もさまよう感じがなかったな。あの芋虫はさすがにきついわ。助けられてよかった。しっかりとロキシー会をやってほしかったな。ロキシー視点もっと欲しいが来週期待。とにかく今回はおもらしが嬉しすぎるもさん。いいところで終わるな。もっとこう、ロキシー師匠の着衣が破壊される。絶妙なタイミングを測ってだね。原作のロキシーの絶望感としては、アニメだと尺取れないから仕方ないよ。こんなカットしないと残り収まらないの。ロキシーのおもらしをしただけでも評価してやろう。ご神体は見えなかったが聖水が見れたか。ここで救いに来るのが弟子とか燃えるな。ここでさっそうとヒーロー参上。また都合のいいタイミングですね。ご都合タイミングっすな。ブリーチなんてこれの繰り返しだぞ。ここで弟子のレディが師匠を助けるとか、最高にかっけーじゃん。なるほど。女の子は魔物に襲われるとおもらしをする。と漏らしていたのか。透明だから分かりづらかったな。本当に漏らしてたのかよ。気づかなかった。こういうリアルさが面白いところでもあり、一般層におすすめできないところでもあり、リアルってより下品なだけなとこ強い。これはぬれぬれよ。おしっこで。完全に正ヒロインじゃんよ。そいつ既婚者だよ。大丈夫。多彩性だ。地形操作はルーデウスの得意技だけど、迷宮でもできるんだな。おしっこの匂いで分かったのか。1ヶ月もいたらおしっこの匂いどころじゃないと思うぞ。どこに行ったのかも全くわからなかった1ヶ月間漂流してたやつが偶然死ぬ間際に見つかったのか。あの本が入手できて、この迷宮探索が新たな段階に入った日なのと、派手な音を出して戦闘してたのが良かったんじゃないか。ロキシー、相変わらずロリだった。ロキシー別に好きじゃないけど、やっぱり看板的なキャラクターだと思う。花があるよな。エースとロキシーがインパクト強いからシルフィが弱い。ロキシーは水星級魔術師だから水は手に入ったんだろうな。だから体も服くらいはしてそう。ただ水で体洗っただけじゃ臭いんだよね。ウォーホームレス騎士で知った。これロキシーが2クール目の時に言ってた理想の男性との出会い方なのいいよね。シルフィってルーデウスと成長速度同じなの。エルフ入ってるのに。エルフ系じゃないだろ。ロキシーの方は覚えてるのだろうか。10年以上前に家庭教師してた以外に接点なくない？エリスの家庭教師してた時連絡は取ってたし、転移事件簿は家族探すために旅してくれてたし。君ら、ロキシーの年齢知って騒いでるの？アラフィフ。ルーデウスの中身の杉田とロキシーって年齢同じなんだっけ？同じ。まだまだ先は長いからな。オルステッドでさえまだ再登場してないしな。もともと小説原作ははしょらなきゃ無理よ。やたら持ち上げられる一気も端折りまくりで、
重要なところも結構飛ばしてる。ルディかっこよすぎやろ。S ランク迷宮とか急にテンプレ異世界アニメになるじゃんと思ったけど、この作品こそがそうなんだよな。混乱するわ。どれだけヒロイン格が取っ替え引っ換えされようとも、なんなら正式に結婚しようとも、俺にとって無色転生のヒロインはずっとロキシー師匠なのだ。転移で来る時の時間のズレと同じで、ロキシーが転移してからそこまで時間経ってなかった感じ。ところで第6階層までは攻略本でいけるけど、ゼニスがいるのは一体何階層？今回めちゃ無色転生らしさがにじみ出ていた回やったな。パウロもやっぱり人間で弱い生き物なんだなと。だからこそルーデウスの存在が何気に重要だったんだろうな。そしてロキシーとルーデウスの再会。来週もお楽しみに。懐かしの奴らとの再会、成長した息子と父親の再会、相変わらずのセクハラ親子には実家のような安心感、そして神と信者が再び出会ってしまった。これは恋しちゃった顔しちゃってますわ。迷宮で命を助けられる。王道だけどこれは美しすぎる。面白いな。大人になって再会がたくさんあって、パウロとは喧嘩しないで温かい時間を過ごせるようになって、ロキシートなんて子供の頃以来の再会なのに一目で分かったみたいだし、氷魔法なのに温かい再会なのおしゃれだな。ルディがパウロとリーダと普通に話してるだけで泣けてくる。転移災害前のまだ誰もが手放しで幸せだった頃と同じに見えてやばかった。相変わらずパウロはルディのことまだ過信しててだったけど、ロキシートも再会できてよかった。氷魔法、水足す氷魔法、火魔法、ロキシーの使った魔法の順番は、タルハンドがルーデウスに伝えた迷宮で使ってはいけない魔法の順であり、彼女の焦りを戦闘シーンで表現する見せ方に舌を巻く。ロキシーとの再会場面に最適解な氷魔法で彩られた画面まで心地よい。ロキシー師匠結局会えないのかと思いましたが、ついにロキシーが行方不明と聞いた時のルーデウスの取り乱す様子に心が熱くなりました。一瞬冷静さを失ってたとしても、その後に救出、かっこよすぎる再会に感動です。ルディが久しぶりに会ったパウロの弱気な姿を目の当たりにして、小さく感じる気持ちがよくわかってしんみりしてたのに、初孫の話からすぐ下ネタに走ろうとするんだから、この親子は本当にどうしようもない。そして久しぶりに登場したと思ったら、失禁させられるロキシーが不憫でした。パウロやギースと再会するルディ。二人とも大好きだからまた会えて嬉しいね。パウロと下の話で盛り上がるところは親子だなーって感じてほっこりした。ロキシーをピンチから救うルディ。最高にかっこよかったな。成長した弟子が師匠を助けるというのがもう好き。おもらしも最高でした。神とそのご神体を持つ信徒がダンジョンで出会うラブコメ。ダンジョンに出会いを求めるのは間違ってるのだろうか。始まった。でも、ダンジョンよりもメガネメイドの性事情が気になって仕方ない。そんな横島な割をダンジョンへと注目させてくれた神の聖水。さすがはロキシー神やで。パウロたちと合流してついに迷宮攻略へ。今回も面白かったな。1期13話で語ったロキシーの理想の男性像に、まさにぴったりなシチュエーションでルディと再会したロキシーの顔可愛すぎる。2人のこれからがどうなるのか楽しみ。パウロの直面してる状況は厳しいけど、ルーデウスと再会したことで表情が緩むのいいよね。結婚報告に不意をつかれた反応は面白かった。笑い。久々のロキシー登場で盛り上がっているあたり、愛されキャラなんだなと実感。ルーデウスと一緒にいるの、一気のしょっぱなぶりと思うと感慨深い。体がご身体に反応する。ロキシーの見つけ方がルーデウスらしくていい。自分の基礎を作ってくれた師匠を成長した弟子が救う流れが綺麗。また、もう終わりかと思った時に助けてくれた男に惚れ、顔あからめるロキシーがよかった。久しぶりの再会に拍手です。ついに迷宮へ。待つ困難は計り知れぬものの、父と、そして使徒の、もう、それだけで嬉しくなってしまうが、その再会をルディ自身が噛み締める姿に、こちらの胸も熱くなってしまいます。まあ、
下品な会話や失禁が混じるご愛嬌も含め、笑い、積み上げてきた物語の重みを感じる素晴らしい一話。転生ものの講師としての本作は、主人公個人の性の生き直しというよりは、家族との関係の生き直しの物語。多くの人にとって、自分の選択が自分自身に及ぼす結果よりも、家族に及ぼす結果の方が大きいかもしれない。本作の本気はそのあたりにある気がする。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。